はい、早川です。これはね、愛宕から発売されて2年ぐらい前に買った非破壊のブドウを測定する糖度計です。非破壊というのはですね、こう汁を絞らなくても光センサーで、中に発光ダイオードが入っているようですけど、光センサーで、中の砂糖がその波長を吸収して、糖度を出してくれるらしいです。これを使った感想なんですけど、結論から先にいきます。ブドウ園ではですね、全く使用できません。エラーが3回に1遍ぐらい出たり、それから値が糖度18ぐらい以上が欲しいんですけども、17、18、21、22ってとんでもない数字がどんどんと出てきます。で、実際にはいくつだったのかっていうことも知りたいので、ちょっとレポートしてみたいと思います。もう一度言いますけれども、ブドウ園のブドウは測定できません。ただ切り取った粒はね、後でちょっと見せますけれども、切り取った粒はまあまあ、糖度が測定されます。でもブドウはですね、生産者としては消費者の皆様に美味しいブドウを届けたいと。例えば糖度18以上必ずあるよというのを届けたいんですね。ところがですね、ブドウ園の中で測定すると、ちょっと太陽、今日曇りですけど太陽が覗いたり出てたりしますけど、外ではですね、多分太陽光の影響で全く測れないと。これゴムラバーがついてるんですけれども、このゴムのラバーをつけても本当に、ダメですね。このゴムのラバーがついてます。これをつけてですね、光を遮って、測定できるということらしいんですけれども、私は外で、正確に測定したことがありません。それじゃあね、このシャインマスカットですけども、ブドウを測定してみたいと思います。これね、シャインマスカットね、ここら辺がちょっと房がないんです。房型の悪いやつです。ですから横から測定できるんですね。房型のいいやつはこう縦からしか測定できませんので、縦と横の違いをやってみたいと思います。まずね、皆様に向かって一番この、飛び出したこいつを測ってみたいと思います。じゃあ真上からね、グッとして、これ今測れました。21.7。じゃあもう一度やりますよ。しっかり押して、これ 16.7。もう一度やります。しっかり押して、24.1。すごいでしょ？ 16 から24までもう一回やりますよ。今度は 24.3。同じぐらいの値が出てきました。もう一回いきます。21.4。これ出てきました。じゃあね、今度はこっちの面。今この面ばっかりやったんで、普通はこっちの面、こういうふうになるので、この面を測定してみたいと思います。この面ね。24。もう一度。21。24と21ですよ。3も差がある。もう一度この面。23。もう一度この縦のこの面。エラー。これ3回に1遍ぐらい出るんです。今6回ぐらい続けてできたから。エラー。またエラーが出ちゃいました。今度はこの面やってみたいと。このね、飛び出したところね。これが映ってるか。これいきますね。23.1。もう一度いきますよ。14.3。14.3ですよ。もう一度いきます。21.5。正確に分かんないですね。今太陽がちょっと出てますけどね。今度は下のこの粒やってみたい。20.8。もう一回。21.3。もう一回。23.4。
もう一回これね。20.5。じゃあ次この粒ね。この粒やってみたいと思います。どうしようかな。真下の粒やってみます。20.8。真下が一番糖度乗らないんですよね。ですから真下がいくつあるかってことは結構大事ですね。20.1。20。19.6。結構測定できてる。22.6。21.2。17.7。17.7。17.8。多分ね、今太陽出てきたんです。で、太陽出てくるとかなり狂っちゃうんですね。で、どうしてるかというと、どうしたかというと、傘ですね。この今、ブドウ園のこの上に、こう太陽が向こうにあるもんですから、傘をここのところへ上げて、で、上で開くと。で、ここを太陽が来ないようにすると。で、太陽光を遮断して、で、この一番下測ってみたいと思います。21.4 です。これね、遮断すると意外と安定するんですけど、これ実用的じゃないですよ。これやってたら葉っぱは取れちゃうわ。毎回大変だわ。ちっともある程度測定は可能にはなってくるんですけども、大変なことになっちゃう。もう一回いきますよ。さっき24だから 24.3。どれが正しい、3も違うよ。もう一度。16.2。これね、これやると少し安定すると思ったら、今もっとひどくなっちゃったね。これ、傘をつけると安定すると思ったんですけど、今の実験ではひどくなってますね。何しろ外は難しいです。24.7。もう一回。19.6。これちょっと房型のいいブドウなんですけど、見てください。これなってる方向が全部ブドウがついてます。そうするとね、測定しようとするとこの面しかないんですね。横取れないんですよ、機械で。ですからこの先端しかない。先端上を先端で下もツンツンしてますから、先端で測るしかないんです。だから横から測れないということなんですね。ですから、こういうふうに房型のいいブドウをね、これ比べてみると、こうなってると、こっちちょっと房型悪いでしょ。ここに粒がなくなっちゃってるね。こっちは房がよくついてますよね。でも測定するにはこの上の面、すなわちこっちの面から測定しなきゃ、いけない。そうするとね、結構精度落ちます。横はいいんですけど、横は結構出るんですけど、こっちがなんか精度が落ちるような気がするんです。傘がついてますよ。傘がついて、今度はこの房ね。この房を上から。22.0。もう一度、この粒。11.3。なんで？たまにこうなるんですよ。エラーが出るときあるしね。22.9。今度はこっちの面ね。19.8。もう数字がみんなコロコロ違うでしょ。20。20.4。15.4。同じとこ測ってますよ。15.4 でした。18.9。これですよ。これ測ってますよ。19.1。傘ついてます。じゃあ傘ちょっと取ってもう一回やってみますね。傘つけた方が今ねちょっと曇りになってきました、太陽光が。だから雲の中に太陽あって、今かなり太陽が見えてないですね。
私はね、外で使う時もこの太陽でかなり邪魔されてんじゃないかと思うんですよね、この光センサーはね。はい、じゃあもう一度いきます。同じここの面いきます。18。もう一度ここいきます。これね、絶対18以上ありますよ。14.6。14.6。もう一回いきます。18.0。ふざけてないですよ、私。真面目にちゃんとしっかり押してますよ。19.9。17.1。傘取っちゃう。今ね、曇りなんですけれども、太陽のある方向からちょっと光が、あんまり強い光が入って、今曇りなんですよね。多分測定日和だと思うんですけれども、それでも、こう2、3もばらついてですね、17、18、22ってどれなのってことになっちゃうでしょ。だからね、この愛宕さんの光センサー2、まだ開発途上。粒は測れるかもしれないけれども、ブドウ園で房は測れない。ほとんど測れない。切り取ったやつをこう切って家で持ってって、この後粒と、房を測ってみたいと思いますけれども、私のブドウ園は屋根付きなので光が乱反射は少ないと思うんですけどね。それでもこの光センサー2はうまく使えませんね。ビニール屋根がついてるブドウ畑です。私デジタルの糖度計を持ってないから、この屈折糖度計、愛宕さんの屈折糖度計と、それから各種メーカーの屈折糖度計でこれ潰してこれを潰してみたいと思います。はい、それではですね、ブドウ園で先ほどのこのブドウの房なんですけれども、測定してきましたけれども、さっき話したように、外の環境、ブドウ園ではね、プラスマイナス3ぐらい変化があったり、それからエラーが3回に1遍ぐらい出たりして、とても外では使えません。今、室内に戻ってきました。じゃあこの環境でですね、先ほど、測ってみた房がどのくらいあるのか、また、この愛宕さんの機械と屈折糖度計で、見てみたいと思います。まず最初にですね、一番上のこの粒を、上から横からと何回も測ってみましたので、まずこの粒を、測定してみたいと思います。それじゃあね、これハサミで切り落としまして、はい、この粒ですね。はい、まずね、愛宕さんの機械で測ってみたいと思います。乗せてピッ、24.6 です。180度回転します。25です。45度ぐらい回転します。24.7 です。だから室内では結構うまく測定できてます。じゃあ縦に置いてみます。先ほど向こうでもこのように測定しましたので、同じく 24.9 です。ちょっとね、ちょっと回してみて、25.3 です。じゃあね、ブドウ園でやったの結構室内に来ると、で粒にしてやるとなんか安定して、そんなに差は出ないんですけれども、じゃあ屈折糖度計で、実際にこれを潰してですね、糖度を測定してみたいと思います。じゃあこのお茶碗にですね、なるべくまんべんなくやってみたいと思いますね。はい、まずこちらも測ったんで、24とか25、さっきは17とか20とかとんでもない数字がいっぱい出てましたけれども、はい、かなり切れ込みを入れまして絞ります。はい、汁がいっぱい出てきました。はい、汁をいっぱい出しました。はい、こんな風に潰しましたよ。汁はですね、こんな風に溜まってます。はい、デジタル糖酸度計ないもんですから、まあね、あれも意外と値段しますので、この
屈折糖度計、愛宕さんのもありますけど、こっちのがちょっとメモリが大きく見えるんで、25ちょうどですね。です25。はい、ビデオにうまく映ってなかったら申し訳ない。25ちょうど。まあ部屋の中であと違う粒も3つあるんでやってみたいと思いますけれど、これは25でしたね。じゃあこれ、次にあの時実験したのでね、今ここの粒だったんですけれども、一番下の粒もやったんですね。この一番下の粒、これも測定しましたので、これとこれ測定しました。じゃあ一番下の粒を、切り取ってみたいと思います。はい、これが一番下のね、ここのところね、一番下の粒です。はい、それじゃあね、同じく愛宕さんの糖度計で見てみたいと思います。23.4、23.4、180度回します。23.5、縦にします。25.2、こっちの方が甘いのかもしれないね。もう一度縦ちょっと回転してね。23.8、横ね。23.3、これちょっと180度回転して。23、もう一回回転して。23、じゃあ縦に乗せますよ、もうちょっとね。ちょっと回転して。23.5 です。じゃあこれ23でした。屈折糖度計で測ってみたいと思います。こちらね、ここら辺のところと、でここも測定しますので、ここをよく潰して、で絞ります。はい、いっぱい汁が出てきました。はい、こんな風に汁が出ました。ちょっとね、汁がのせましたよ。22ですね。1ちょっと違ってるような気がする。22になりました。22、こっち。はい、22でした。ちょっと1違ってましたけれども、まあ、23ですから、まあそんなに誤差1ぐらいということですね。実はね、昨年いろいろやって、傘さしたり、マルチシートをずっとブドウ園に引いたりして、うまくいかなかったと。で、今年の9月、ちょうどブドウが熟す、初旬にですね、やはりいろいろやりました。傘を差したり、曇ってる日、晴れてる日、どうしても外でやるとプラスマイナス3、同じ粒が17から23ぐらいまでの数字でぶらつくと。ある時は20、17、22、23、ブドウ園でやるとちっともできませんので修理出しました。でね、私若い今60代なんですけど、20代の頃に今のディープラーニングの先駆けのニューロコンピューターっていうのがね、NEC さんが発売しまして、私それでですね、自律型のニューロコンピューターロボットっていうのを作ったことがあるので、ハードウェアにはかなり、またセンサーについてはかなり知識が深いと自分で思ってます。でいろいろ赤外線ダイオードはこうしたらどうかとかいろいろねアドバイスを愛宕さんにもしたんですけれども、愛宕さんからね修理に異常ないということでねお手紙をいただきました。ですね、本手法で使う近赤外線波長の吸収バンドのピークが非常に穏やかなため、超長波域に比べると吸収波長を特定することが難しい領域となっています。
本来であれば分光スペクトルを開発することによってピークを捉え精度を求めているものが多いです。また LED を採用したことで温度による影響も考えられます。サンプルの品質や色、影響を受け、品種によってはばらつきが生じるものもあります。当社製品は小型安価を目指した製品であり、目安としてお客様に使用する環境に合わせて基準を決めていただき、そのサンプルが甘いか甘くないかの比較に使用していただいております。というお手紙をいただきました。で、これは異常ない。ただ私は外では使用できなかったと。こう粒にしたり部屋に持ってくるとある程度安定して、部屋はねこう遠くに、蛍光灯がありますからと自然こう温度も一定だし太陽も差してないし、比較的これ部屋の隅でやってますので、向こうに縁側があるんですけれども、そういう影響で温度も一定になってますので影響が。でもブドウ園の環境ではね残念ながら使えません。で私はブドウを買ってくれるお客様にまあシャインマスカットだったら絶対18以上をお送りしたいとね、まあ18はちょっとまだ低いかもしれないけど、まあ20あればベストだと思いますけれども、まあ20今22とかね、そこら辺になってくると最高値ですけれども、まあ何しろ高いのをこれのアタゴさんでこうピッ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 ってやっていって、最後にスマートフォンに転送する機能があるんで、スマートフォンに転送して、これはいくつだった、これはいくつだった、これはじゃあこれとこれは大切なお客様であるから、そちら様に出荷しようというふうに使おうと思ったんですけれども、残念ながらそういう使用はできない。部屋の中では粒としてはね、こう粒としては測定できます。これもある程度は測定できると思いますけど、まあね、部屋の中はある程度測定できると。18.8 です。今これやりましたよ。もう一度いきますよ。22.9。部屋の中でも 18.1、22.9 ってもう3、4違ってますね。じゃあここね。23.7。じゃあもう一度これいきますよ。23.1。もう一回上いきますね。22.8。最初の17っていくつなの ?17 で言うと、そういうのは結構で、外はいっぱい出るんですね。部屋の中でも17って出ました。じゃあもう一度、これ。ね、粒にするとどうか。ね、でこうやってやるともっと安定するかもしれない。ね、25.5 です。えらい違います。はい、180度。25.5。はい、180度ひねってあげて。23.1。もう2違ってますよ。ね、まあしょうがない。180度。もう一回180度ひねってあげて。23.6。じゃあ同じ位置で。同じ位置です。エラー。エラーです。もう一度。24.1。24.1。これは縦に。24.3。まあここは24。横はさっき言った通り23。24.5 になりました。まあ、持ってると温度がこうしょっちゅう触ってると温度が上がっちゃうのかもしれない。じゃあもう一度これね、測ってみますよ。潰します。汁がいっぱい出ました。はい。25はないですね。23.0 でした。はい、屈折糖度計のもアタゴさんとほとんど差がない。23でした。アタゴさんのね、こちらでも測っておきますかね。これアタゴさんの、屈折糖度計でもちょっと測っておきたいと思います。汁が少なくてね、
明確じゃないもので、ちょっと先ほどの汁をもう一回のせてたっぷりにして、これ出るかな、24ちょうどぐらいですね。愛宕さんで24ちょうどぐらいの結果になりました。だったら 23.23 ですね。23.23 です。ありました。私がちょっとね、最後に20代に作った、ニューロ07というね、NEC さんのボード、コンピューターです。CPU を使ったロボットを最後にちょこっと紹介させていただいて、愛宕さんの、光センサー2ブドウ用。ブドウ園では使用が厳しいと。室内ではある程度できるけれども、こう切ってしまった後ではね、意味が半分以上ないということですね。ブドウ園で測定したいと。まああと10年かなんかすれば多分ブドウ園でも測定できるのは数年でできるかな、よくわかんないけど、この 1,2 年の商品では無理だと思います。ホームページで右のように光センサーで糖度を確認していますと宣伝したかったのですが、ブドウ園では安定しないので、周囲のブドウを屈折糖度計で確認していますにしました。探せ。ここでカバだよっていうはずなんですけども、これがカバですっていうことです。次どこ行きましょうか。猿ですか。猿探せ。猿を探せ。それは猿って認識できなかった場合にもう一回リピートできるために探せが来た時初めて動くようになっています。ブドウ栽培では屈折糖度計があれば十分だと思います。ご視聴ありがとうございました。